こんにちは、サニーです。今日は美味しそうなバタートーストのフラットポーチを作っていきます。用意するのはこちらです。ハンドメイドベーカリー、食パン、キルト芯片面接着タイプ、裏布、20センチファスナー1本です。まずは作る前の下準備をしていきます。こちらの生地はポリエステル 100% で、折り目がちょっと気になるので、霧吹きをかけてアイロンを当てます。まずは低温でアイロンかけしてみてください。それでもシワが伸びない場合は、少しずつアイロンの温度を上げていってアイロンがけしていきます。シワが伸びたら線の通り生地をカットします。接着キルト芯はパン生地よりも1センチ小さめにカットして裏面にアイロンで接着しておきます。はい、キルト芯が貼れました。裏布は表布と同じ大きさで2枚カットしておきます。それではファスナーをつけていきましょう。20センチファスナーは長いので、布端から1センチずつ内側に来るようにファスナーの長さを調整します。チャコペンなどで印をつけておきます。印のところから裏側へ三角に折り、縫い留めます。余分なファスナーをカットします。4箇所すべて同じように縫い留めて、ファスナーの準備ができました。それではファスナーをつけていきます。ファスナーと布を中表に合わせてクリップで留めます。布端から 0.5 センチのところを縫います。縫い始めと縫い終わりは同じところに針を2回通して返し縫いをしておきます。ここはファスナーの仮留めのようなものなので、並縫いで縫っていきます。はい、ファスナーが縫えたら次に裏布を中表に合わせてクリップで留めていきます。はい、裏返して先ほどの縫い目の少し下をね、縫っていきます。細かい針目で半返し縫いをしていきます。半目戻って一針先に針を出します。そしてまた半目戻って一針先に針を出します。これの繰り返しですね。半返し縫いはとても丈夫に仕上がるので、ファスナー付けに向いていますね。はい、ファスナーの片側が縫えました。こんな感じですね。はい、それでは反対側も縫っていきましょう。表布同士が中表になるように置きます。
布の端を揃えてクリップで留めます。先ほどと同様に端から 0.5 センチのところを並縫いします。はい、並縫いができました。今度は、裏布同士を中表に合わせてクリップで留めます。はい、横から見るとこんな感じでね、重なっています。クリップを留めたら裏返して、先ほどの縫い目の少し下を半返し縫いで縫っていきます。はい、縫えました。広げてみるとこんな感じですね。はい、ファスナー付けが終わったらここをねアイロンがけしておいてもいいと思います。はい、それでは表布同士、裏布同士を中表に合わせるように広げます。はい、この時ファスナーは開けておきます。そして縫い代、ファスナーのところの縫い代ですね。そこは裏布側に倒しておきます。布端を合わせてクリップで留めておきます。返し口を7、8センチ開けて、周りをぐるっと縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。ここは2ミリぐらいの目の幅ですね。少し細かめに縫っていきます。周りが縫えたら返し口から表に返します。角ですね。この角を切ったり切らなかったりいろいろなんですが、今回は手縫いなのでこうしてね折り曲げて表に返していきます。最初にね角だけこうやってね折っておくんですね。で少し返して4つの角すべてそうやってやっていきます。表に返したら返し口を閉じます。この字と字で閉じていきます。糸の出ている反対側の布を糸が垂直に渡るようにすくいます。そしてまた反対側をすくって、それの繰り返しですね。日本語のカタカナのこの字に似ていることからこの字と字と言います。はい、返し口が縫えました。裏布を表布の中に入れます。
角がきれいに出ていなかったら、目打ちなどで整えてください。はい、バタートーストのフラットポーチ完成です。今日の動画はいかがでしたか？ぜひ作ってみてくださいね。